皆様こんにちは。ナオミライフのナオミです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日は、2020年2月15日になります。土曜日です。会社がお休みですので、昨日の夜から、浜松の龍河寺道の方に観光に行きたいねというふうに計画を立てておりましたが、ここ 2,3 日夫の体調があまり優れなかったので、急遽取りやめになりました。看病するほどではありませんので、熱も高くないですので、夫は自宅にて、休んでおりますが、私は、基本的に健康ですので、自宅から会社まで6キロなんですが、6キロの道のりを歩いて、そして、このキャンピングカーの中のお掃除をしにやってまいりました。今日は、この中お掃除してみたいと思います。外装ですね、外側は、前回1月の末にキャンピングカーショーに行く前に、お掃除しましたので、今回は内側の、内装部分の掃除をしていきたいと思います。はい、それでは、掃除をしていこうと思います。今後ろの部分ですね、寝る部分、ベッド部分です。マットを外してみました。初めて外しましたが、こんな風に板になっています。カービィの場合は板になっています。我が家から持ってきました、小型のダイソンの掃除機になります。我が家ではニトリの、あったかい、N ウォームというシリーズの、毛布とあと、シーツを使っています。これとってもあったかいです。使っていらっしゃる方もいるかもしれませんね。後ろがセミダブルベッドになっています。サイズ的にですね、120センチの、寝る方向が180なんですが、120サイズのシーツとかはあるんですけれども、180というぴったりサイズはもちろんありませんので、足元の方、我が家では足元の方をこう中に折り込む形で、長さを調整しています。はい、我が家では、このシーツの方は、先ほどお話ししましたが、セミダブルサイズで足元の方を、長い分折り曲げて使っております。で、上からかけるものに関しては、当初から使っていたのはこの毛布ですね。この毛布に関しては、ダブルベッドサイズのものにしています。お互いに取り合った時に、セミダブルですとちょっと小さいかなと思いまして、ここに2人で寝ておりますので、ダブルサイズの、毛布にしています。で、ちょっと最近夫が、それでも少し寒いかなという時があるようなので、夏掛けの布団も用意してあります。これは、セミダブルサイズです。そしてこの、ベッドの方に上がる時のラダーは、通常、ガタガタしないようにこの毛布の下にススッとこう入れてあります。使う時にここからこう引き出す形ですねにしています。今度はバンクベッドの方を見ていきます。バンクベッドは基本的にあまり使わないんですけれども、結構ゴミがありますね。一番奥のこの部分はマットが外れないみたいです。
一応バンクベッドの奥の方まで掃除機をかけてみました。やはりこの高さが、ちょっと低めかなという印象はありますが、奥の方まで掃除ができないということではありませんでした。ちょっと映像的にも窮屈そうだなと思われたかもしれませんが、私よりもっともっとスリムな方だったら難なく過ごせて、お掃除もテキパキともっとできるかもしれませんね。あちらの、バンクベッドは基本的にはほとんど使いません。夫婦2人ですから後ろの、セミダブルベッドに2人で寝るということは通常やっていることですけれども、たまには別々に寝たいっていう時もありますので、そういう時に何回か、バンクベッドで、主人も、私も、それぞれ寝たことがありますが、私自身は全然圧迫感は感じませんが、主人はやっぱり圧迫感を感じるみたいで、人それぞれ感じ方が違うなというふうに思います。横幅ですね、横幅は140ぐらいはあるので、ただ奥が狭くなっているので丸々使えるかというとそうではないんですが、斜めに寝たりいろいろ工夫するとのびのび、一人でしたら十分のびのび寝られると思います。あちらの方のシーツは、基本的に、同じタイプのものを使っていますが、ニトリの N ボームシリーズですね、長さがというかサイズが、シングルタイプを使っています。バンクベッドで2人寝るっていうのは大人2人っていうのはちょっときついかなというふうに、思いますので、基本的には、お子さんと大人1人とかそういうんだったら十分かなというふうに思います。一応このバンクベッドを使うのは、夫婦以外の例えば友達とか母とか、そういう人が来た時用ですので、基本的にシングルサイズを用意しています。一応、こんな形で、奥の方に、毛布とかシーツとかを入れてあります。そして、この手前の部分に、継ぎ足しできるこのソファーの部分ですね。本当は、この出入り口のところに補助椅子を、作ることができるんですけれども、基本的にあまり利用しないので、これはこちらの方に常に乗っけている形になります。この車にはこの突っ張り棒を入れてるんですけれども、旅先で、お風呂に入った後、濡れたものとかを、タオルですね、乾かしたりとかするのにも、便利なように突っ張りくんを入れています。これはこの部分に、突っ張りくんを長くして渡すんですけども、通常はカシャカシャうるさいのでこの部分にしまっています。ただこれをこうやって置いておくとまた、車の移動で、うるさいので、滑り止めを入れています。こういう滑り止めですね。滑り止めをここの中に敷いています。そしてこの補助椅子を置きます。これを下げます。落下防止ですね。落下防止のネットをします。
バンクベッドの掃除も終わりました。で、通常いつも、この、運転席側と、こちらの、プライベートスペースを、分けるのに、こういうカーテンみたいなのがありますが、これは基本的に常にしています。でこれをすることで、運転している時に暖房の効きも全然いいので、こちらの方まで全部温めてしまおうとするとなかなか、運転席側が温まらないということがありますので、常にこれはしています。でどちらかで車中泊をする場合は、外側ですね、運転席の方にシェードをした場合だけ外すようにしています。それでは今度この、くつろぎスペースを掃除します。一通り、お掃除の方も終わりました。いかがでしたでしょうか。今回は私が乗っている、カービィRWB というキャンピングカーの中の内側のお掃除を、してみました。掃除といってもまだまだたくさんやる部分はありますが、今回やった部分としては、ベッド部分、そしてバンクベッド部分、そしてこの、くつろぎのソファー部分をやってみました。まだまだあとは、上部の棚であったり、あるいはベッド下収納であったり、あるいはマルチスペースであったり、あるいは運転席であったり、いろいろな、場所を掃除する必要があると思いますが、今日は、夫の方の、調子もまだまだちょっと悪いので、そろそろ帰って夫の様子を見たいと思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできたら大変嬉しいです。ありがとうございました。